一つは期待しすぎだってことですよね。じゃないと絶対に言われてしまうことはないと思うんですよ。みんなこの成功の範囲後は失敗だと思ってるんですよ。余計なことをしたら取られるリスク、仕事が増えるリスク。こんにちは、もんじです。このチャンネルでは今の時代に通用する組織づくり、人材育成術、その他役立ついろいろな動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい、じゃあ今日のテーマをいきましょう。はい、もしかしたら最近チームのメンバーの中に言われたことしかやらない人が増えてる気がしてるんですね。自分からあんまり動いてくれないというか、頼んだことしかやらない部下、これってどうしたら改善できますかね？別に言われたことやってくるんだったらよくないですか？いや、まあいいんですけど、もうやっぱもうちょっとこう言われたこと以外のことも自発性に動いてほしいなっていうのが、率直な気持ちではあるものの、まあそういう欲はありますよね。はい。まあ自分もね、当然それだったら嬉しいですけど、でもそれって勝手に育たないし、はい。勝手にやらないと思うんですよ。なんかやっぱ日本人特有のなんかこう空気読めみたいなね、これもある程度考えていかなきゃいけないなと思っていて、はい。一つは期待しすぎだってことですよね。僕が。と、やっぱそれをしてほしいんだったら、はやっぱ育成ちゃんとするしかないですよ。なるほど。まずは言われたことを正確にやるっていうことをやってくれるんだったら、まずあれですよね。結構言われたことをそのまま正確にできない人も多いですよ。本当ですか？初期は。それを超えてやってほしいんだったら、言われたことしかじゃなくて言った方がいいですよ。例えばあなたに今言う仕事はこの50の仕事ですと、これを伝えます。まずやってください。これマストです。プラスもしできたならば60この仕事、70こういうこと考えて、80こういうことも考えてみて、マスト50です。50はマストでお願いします。よろしくお願いしますって振ったら、一応言ってるじゃないですか。60、70、80できたらこれやってねと。だから言われたことしかやらないっていう意味で言うと、一応言ってるんで、どこまでできたかの話になりますよね。なるほど。こっち側もやっぱそういうふうに言っていかないと、なんかそれこそこれからね、今後日本でも外国人の人材とか増えていく中で、空気読んでやってよみたいなのはもっと通用しなくなってくると、言うことを頑張って心がけた方がいいですよね。そっかそっか。もう一回話振り出し戻すと、言ったこと以上に考えてほしい、自分を気づかなかった方気づいてくれたら嬉しいとかあるんで、これは育成しかないですよね。これまた別視点から考えると、なぜ言われたことしかやらない人が多いのかっていう視点に前に戻った時に、もう一つ考え方としては、余計なことをやったら怒られるみたいな、結構そういう感覚の人が多いと思うんですよ。言われたこと以上の成果を出すことよりも、怒られない方を優先する人ってやっぱ結構増えたなと。めっちゃわかります。だから余計なことやらないんですよ。例えば他の人を見ててね、言われたことを以上のことをやって、お前何やってんだって怒られたのを見てるとか、余計なことをやって怒られたマイナスになった経験とかね、今まで人生で、そういう経験があると価値観的に余計なことをやって怒られるぐらいなら、余計なことをやらずに怒られない方が是とされる。こういう価値観も多分あるんですよ。そっか。言われたこと以上にやらないんじゃなくて、余計なことをして怒られたくないとか、余計なことをして自分の仕事を増やしたくないとか、そういう感覚値が多分あるかもしれないですね。あれそうですね。今の若い人ほど特に。今の若い人という表現が正しいかどうかわかんないですけど、年寄りとも一緒じゃないですか。そうやって学習しちゃった人はそうなんですよ。じゃあどうやったら対処できるのか考えた時に、例えばじゃあ分かりやすくチャレンジをして失敗した人と、チャレンジせずの人、どっちを評価するかみたいな時に、やっぱ失敗してもチャレンジした人を褒める文化とか、評価する文化とか制度とかをやっぱ作っていくしかないと思うんですよ。文化形成していくしかないです。会社でもよく言うんですけど、成功するってことは何かちっちゃいことでいいんですけど、チャレンジして成功します。で、みんなこの成功の範囲後は失敗だと思ってるんですよ。僕的に言ったらそうかもしれないですけど、でも社会では成功の反対はチャレンジしなかった。だからうちの会社はそういう考え方ですっていうのをもう伝えて文化形成してるしかないんですよ。なるほど。じゃないと絶対に言われてしまうことはないと思うんですよ。チャレンジしないと思うんですよ。だから成功するよりも失敗の方が怖いっていう人は人間の心理学いっぱいいるんですよ。心理学的にもそうじゃないですか。得をするよりも損する方が嫌なんですよ。だから成功するよりも失敗することの方を恐れてる人が多いんで、
成功するよりも失敗しないことを選択している。そっかそっか。いやーすごくわかりやすい。合理的に考えていくとそうですよね。成功するよりも失敗しないことの方が是とされちゃってたとしたら、言われたこと以上やんない方が、すごい褒められなくても怒られることはないんですよ、っていう解釈なんです。合理的に考えてたらそうなんですよ。だからこそ余計なことをやった社員を褒めるとか、例えばその言われたこと以外に仮に自分でこう思ったんでこれやってきましたっつったら、結果がどうであれ褒めたりとか、それを是としないとこういう人たちは出てこないと思うんですよ。なるほど。でもむっちゃいいこと聞きましたね今。ありがとうございます。ちょっと活用してみます、この考え。なんかこういうこともその逆の立場に立ってみて本当にこうすごく考え尽くすと多分そうなると思うんですよ。例えばなんだろうな、言い方悪いですけど、例えばですよ、じゃあ何か付き合いでフットサルに誘われました、実はサッカーめちゃめちゃ上手ですと、でも仕事忙しいし仕事頑張りたいからフットサルを例えば、週に2回夜やってますとか、行きたくありません、でも1回誘われちゃったので行かなきゃいけない、でもこのフットサルで頑張っちゃうと、チームに誘われて入んなきゃいけないので週2回やんなきゃいけなくて、なんなら明日筋肉痛で仕事に集中できないと。この時にみんな手抜きたがるんですよ、なぜならば活躍しちゃうと次の日に影響が出る、活躍しちゃうとチームに誘われる。だから合理的な選択としてはあまり頑張らない要は頑張って成果を出して誘われるよりは頑張らないで誘われないことを是としてる。今回の目的は誘われちゃって行くって言っちゃったから人数合わせて行くだけだと、それだけの目的なんで、だとしたら余計なことしないですよ。しないですねっていうふうに仕事を同じふうに捉えたら、あんまり言い方悪いですけど、そういう価値観できちゃってる従業員がいたら当然仕事で頑張るのはロストすると、合理的には頑張らないっていう選択をしてます。その価値観の前提がそういう考え方になっちゃってるので、そしたらその価値観とか考え方を少し変えていく。で個人を変えるのが大変なんで、会社としての文化形成でまず変えていくというふうにしないと、余計なことをしたら取られるリスク、仕事が増えるリスクみたいなのをとにかく嫌うんで、いやーすごい分かりやすかったです。ありがとうございます。言われたこと以上にやってくれないと思うのではなく、まず言われたことをちゃんと正確にやってくれるんだったらそれはよしとして、で、やってほしいんであればちゃんと伝えるということ、チャレンジして失敗することとチャレンジしないことで言うならばチャレンジして失敗することみたいなのを是とする組織文化、チーム文化を作ること、こういったことが大事だと思います。ありがとうございます。このチャンネルでは今の時代に合った組織づくり、人材育成術、ビジネスに役立ちそうな知識など様々な動画を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そして最後にこの動画にもいいねを押していただけると嬉しいです。ありがとうございました。